ハロー YouTube。どうも、オレンジです。さあ、今回ご紹介するお車、トヨタアルファードでございます。はい、こちらの方はね、定期の洗車でご利用いただいて、こちらもね、本当に長いんですよね。もう3年、4年ぐらいになってますかね。もう毎月定期で、ご利用いただいております。最近はね、しっかりうちの方でコート台の仕上げも効いてますので、利用頻度のペースとしては空いていっております。はい、2ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回とかね。はい、どんな感じで仕上がって、どんな感じの状態から変わっていくのか。まずはね、動画をご覧いただければいいかなと思います。それでは早速参りましょう。本編動画へ。レッツゴー。
はい、いかがだったでしょうか。トヨタアルファードですね。はい、実際に頻度はだいぶ上がってきております。広がってきております。はい。というのがですね、僕に関してはその洗車をする際に必ずね、コート剤、仕上げ剤っていうのを入れて、洗車っていうね、ワードではやっておりますけど、洗うだけではなく、仕上げるところまでが全部セットでやらせていただいております。ね、洗って今ついた、過去についた汚れを落としてリセットする。ここまでは、皆さん結構普通にされると思うんですけどね。僕らがするのは、その先ですね。次に汚れるまでの期間をいかに伸ばせるか。ここに重点を置いて僕はもう常にやっております。つまり、コート剤を塗るっていうことは、汚れがね、残っていた状態で上からコート剤で蓋をしてしまうと、これはもうミルフィーユを作るわけですよね。コート剤をしっかり塗ることで、どういう仕上げ、どういうふうに維持、次の洗車までの期間をどうやって引っ張るか。それを考えた上で行くんであれば、ベースの汚れ残してはいけない。これはもう当たり前なんですよね。当たり前の基準の中でやっているので、改めてなんかこんな取り方でとかっていうのは、正直、深く考えてやったっていうのは認識ありません。なぜならもうその都度ね、汚れの対応っていうのは、もう瞬時の判断でやらざるを得ない。なぜなら、基本的に水垢、汚れ、取れませんって言えないんですよね。僕らはね、仕事である以上。だからこそね、いろんな策を講じて、きれいにしてベースを作り、そこからね、次汚れなくするため、汚れにくくするために、どれだけ期間を引っ張れるかっていうふうに考えております。汚れを取るだけで、またすぐ汚れる前提であれば、ほとんどの方はね、週1でっていうふうに洗車の推奨されている方が多いと思います。ただそれはね、本当にお金も時間も、かかります。さらにリスクも増えます。ね、それはもちろん汚れればね、洗う。当たり前なんですけど、もうノイローゼのようにね、週1でって言ってるところって、次に、こう、期間延長、洗車までの期間をいかに伸ばせるかっていうのを考えていないのかなっていうふうに僕は個人的に思ってるんでね。僕は逆にね、間がどれだけ空けれるか。次の洗車までの区間をどれだけ上げれるか。これをずっと気にしながら、オーナー様の乗り方すら聞いております。ね、どういう環境でどういう汚れがつきやすいのか、どういうふうにすれば、どういう対策で維持ができるのか、そういうのをね、考えながらやらせていただいておりますので、だいぶ変わってると思います。変わってるんですけどね、それなりの結果をいただいておりますので、リピートさんね、本当に多いです。ありがとうございます。ねというわけで、実際ね、車を長くきれいに維持して乗り続けたいという方はね、ぜひともリラスタの方に、お問い合わせいただければと思います。はい、本日の動画は以上となります。気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また違う動画で会いましょう。ありがとうございました。